このチャンネルはミリカメタスピリチュアルが配信しております。こんにちは皆さん、ミリカです。今回のお話はスピリチュアルグッズについてです。このチャンネルはミリカメタスピリチュアルというチャンネルです。あらゆる事柄をスピリチュアル視点で見させていただきたいのと、もう一つはそのスピリチュアルの枠を超えたところからのメタ視点でもお話しさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。突然なんですけれども、あなた様は何かスピリチュアルグッズをお持ちでいらっしゃいますでしょうか？例えばですね、神社とかにねお参りに行った時に購入されたお守りとかお札とかね、そう、あとはストーンですね。素敵な何かこう惹かれるストーンがあってね、石ですね。でそれを身につけてるよって方もいらっしゃると思いますし、あと石の原石のままねこうお部屋に置いておいたりだとかされる方もいらっしゃると思いますし、いろんなねアクセサリー類もあると思うんですよ。本当にこの世界たくさんね最近スピリチュアルグッズを見かけることが多くなったんじゃないかなというふうに思いますし、気軽に購入できますよね。でそれをね手にすることで安心感が得られたりだとか、守られているような感じがしたり、あとは自分の中からパワーが出てくるような感覚を得られる方もいらっしゃるかもしれませんしね、良いマインドっていう効果があると思うんですよ。なのですけれども、私はちょっとここで一つ思ったことがありまして、それらのグッズっていうのはあくまでも物でありますよね。物っていうのは壊れてしまったりだとか、どうしようもないね理由で、身につけられないこともありますし、あとはなくしてしまうこともあると思うんですね。でそういった時にじゃあ果たしてそれを身につけない自分は力が弱くなっちゃったりだとかするんでしょうか？悪いことが起きちゃったりとかするのでしょうか？何かこう自分らしくなくなってしまったりだとかするんでしょうか？そういったことを考えた時に大事なことって何だろうっていうふうに私は思いました。そういったものたちが教えてくれてることもあると思うんですね。そういった大切にしているグッズちゃんたちがですね、じゃあ私たちがねあなたのところにいなかったらあなたはねすごく、不安定になってしまったりするのですか？生きていく力とかを失ってしまうんですかって。スピリチュアルグッズちゃんたちはそういうためにいるんじゃなくて、あなたや私の中のパワーっていったものをしっかりとさせてくれている。これも一つの学びとか気づきかもしれないんですけれども、たとえねそのものを身につけていられない時間があったとしても、もう私の中やあなたの中にはその安定とかこうパワーがねこう出てくる感覚、魂がこう活発になったりだとか躍動する感覚っていったものをね、エンジンをかけるような状態っていうか、わかりました。車に鍵をさしてエンジンをかけるような感覚、そう自分の中でこうエンジンをかけられるような感じ、そういう状態に自分自身でできるんですよっていったことを、教えてくれているものとしての、役割というかね、自分に力をくれたんじゃないかなというふうにも思っているんです。もちろんですね、そのものへのね愛着があって、そのグッズ、スピリチュアルグッズをずっと身につけているのでも全然構わないですし、気分が良くなるんだったらばそれでも全然もうそれは良いと思うんですけれども、ただそれがなかった時、スピリチュアルグッズちゃんたちが伝えてきてくれていること、教えてきてくれていることもまた大事な一つのことなのかなというふうに思いました。そう、自分の中が大事なんですよね。結局自分自身が、自分をこう躍動させていくんだよっていったようなことを、その、感覚を呼び覚ましてくれているのかもしれないなというふうに思いました。あともう一つは、形見、おじいちゃんおばあちゃまの形見とかご先祖様からの代々のものをこう受け継いでいるというか大切にしているという方もいらっしゃると思うんですよ。お父様やお母様、お友達でもそうですけれども、知り合いの方でもそうですけれども、その方が頑張ってこられた、大切にしてこられたこと、歴史もありますよね。そういったことがその刻み込まれている形見とか、あとは伝統受け継いでいるものとかのそういった物品、これもそうなんですけれども、例えば大災害が起きて逃げ出さなければいけない時にそういった形見とか大事なものを持っていけないこともあると思うんです。火事が起きたとかね、あとは大地震が起きたとか、何らかの災害、水害が来たとかね、そういった時に
それを持っていけなかったその方は、じゃあ不幸になるの？じゃあその人は何か悪いことが起きて病気になるんですか？元気がなくなっちゃうんですか？とかね、そういったことはないと思われます。なぜならば、物が伝えてきてくれているその中にある思いっていうのは、思いを向けている方の幸せとか安全とかを思って存在しているものだと思うからです。はい。ですのでね、その思いや念じゃないですけれども、その方に対する愛とか、そういったものがその方に受け継がれているってことが大切なことなんじゃないかなというふうに思ったんですね。ここからまたちょっとお話しさせていただきます。恋人同士でね、同じものを持っている、ペアのものを持っているっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、これももう同じことで、同じものを持つってすごく嬉しいじゃないですか。ペアルックとかね、あると思うんですけど、同じ指輪をしようとかね、同じブレスレットをしようねとか、同じネックレスしようねとか、すごく嬉しいことです。だけど本当にどうしようもない理由でそれをつけられなかった、あるいはそれをなくしてしまったっていうこともあるかもしれない。だけど大事なのは、2人が思い合う気持ちだと思うんです。愛し合っているっていったことをお互いに思っていられるかっていったことが大事なことなんですよね。物はまたね、お互いに買うこともできるかもしれない。もう二度と手に入らないものもあるかもしれないですけれども、いつまでも残るものはその2人の中にある愛なんですよね。思い合う気持ち、大好きな気持ち、それが一番大事なんだよってことなんですよね。はい、これは恋愛ね、恋人同士のお話になりましたけれども、物っていうのは高いお金を出せばいいっていうものでもなく、持ち続けることが全てでもないんですよね。何を伝えてきてくれているのか、私は内側にね、自分の内側にどんな成長が見られるのかとか、どんな学びがあったのかとかね、物が伝えてきてくれていることをちゃんと受け取れてるかなとか、そういったことってとても大事なんじゃないかなというふうに私は思っています。はい、ということでスピリチュアルグッズについてお話しさせていただきました。いかがでしたでしょうか。ご視聴どうもありがとうございます。今回のお話、もしちょっとでもよかったらチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンも押していただけましたら嬉しいです。あとですね、ご意見、ご感想やあなた様の体験談、おすすめの本や元気になるお話などもよければぜひコメントお待ちしております。皆さんの心がほっとできるようなお話や感動したり、皆さんと一緒に心を動かしてより活性活発に元気になれたら良いなと思っております。魂とか心が振動し、共感共振して気持ちを強く持っていられるような、そういった活動をしてまいります。あなた様がどうかお健やかに毎日をお過ごしになられますように。ということで、お話を聞いてくださってありがとうございます。あなた様にまたこうしてお会いできてとっても嬉しいです。また次回もよろしくお願いいたします。それではまた。